皆さんこんばんは。今回は SPS。やった!もうみんな入ってるよね、SPS。この SPS が、フューリーさん、ね、SPS の公式ディスコードで、ついに2が出る、SPS の2ね、それが出るっていう発表があったので、そちらをめちゃくちゃわかりやすく解説していきます。ただね、翻訳するだけだとね、もう正直、なんのこっちゃみたいな部分もたくさんあったんで、その辺をね、わかりやすく噛み砕いて解説していきますんで、最後まで見てってください。それでは上から解説していきます。統合しないソケットとプラグ。ソケットっていうのはアナウンサーのことね。口のアナウンサーとか手のアナウンサーとかね、胸のアナウンサーとか下のアナウンサーとかいろいろあるけども、そういったソケットアナウンサーのことです。で、プラグアイスキャンディーの方ね。アイスキャンディーを、まあいいや。これらをほぼ無制限に使用可能。一応いくつか制限はありますが、かなり大量に使えます。不安にやりすぎないでくださいってなってるね。どういうことかっていうと、SPS は今までの SPS って口のアナウンサーをオンにしたら手のアナウンサーとか下のアナウンサーとか自動でオフになってたの。どれか一つしかオンにならなかったのよ。まあ厳密に言うとデュアル機能って言って2つオンにねすることはできたんだけども、正直挙動がかなり不安定。自分にはちゃんと発動してるように見えるんだけども、他の人から見たら、いや、全然吸い付いてないですよ、とかね。そんな感じで、実質まあ1個しかできなかったようなものなのよ。今までのやつはね。エクスカリバーはいくらでも出せたよ。今までも。出せたんだけども、そのアナウンサーの方は実質1個っていう縛りがあったんだけども、この SPS2 になると、手のアナウンサーをオンにしつつ、口のアナウンサーもオンにして、まあ胸のアナウンサーとか下のアナウンサーとかももう全部オンにしても、全部動きますよっていうこと。これ、ね、普通に楽しむときにすごくはかどる。ね、パーティーのときにね、1対1の時とかじゃなくてね、複数人パーティーの時にすごく楽しめるんじゃないかなと予想します。はい、次。変形処理のためにライトが不要。ね、現時点では旧バージョンのプラグ、アイスキャンディーのことね、アイスキャンディーをサポートするためにライトもまだ含まれていますが、将来的にはオプションになる予定です。これどういうことかっていうと、今の SPS にはライトが入ってます。これによってね、振動を測ったりとかしてるんで、ライトが必要なのよ。ところが、この新しい SPS2 には、ライトが必要ないってなってるね。ライトは不要ってなってるから、今までだとこう、ね、アバター詳細を見て、いや、ライトいっぱい入ってんじゃん。それ変なギミック入ってんじゃないのっていうね、もう超どうでもいいことを言ってくる人たち。ごめんなさいと思うんだけど、そういうこと言ってくる人たちも、もう、おさらば、別にね、もうライト入ってないんだから。あと、ちょっと重要なんだけども、当然 SPS1 にはライトが入ってる。ね。で、SPS2 にはライトがないから、このままだと互換性がないのよ。多分 SPS1 の人と SPS2 の人は吸い付いたりできないとは思う。このままだとね。そこで将来的にはオプションになる予定ですってなってるのはオプションで選択できるってことね。要は SPS1 の人とまあ互換性を持たしたいんでまだライトありにしておこうかなみたいなオプションが追加されるはずです。これで SPS1 の人と互換性が持てるようになるんだけども、まあでもね、いずれはもう SPS2 にみんななっていって、1の人はもうね、ごめんなさいってなると思うんで、ライトはね、みんななくなっていくのかなって思います。はい、次。変形処理のためにコンタクトが不要。これによるレシーバーを5つ完全に削除できましたってなってるね。これどういうことかっていうと、まあ SPS あるあるなんだけどもね、みんな体験したことあると思うんだけども、こう人がたくさんいてるときに、なぜか SPS が反応しない、ね、全然吸い付いてくれない、入ってくれないっていうことをみんな経験したことあると思うんだけども、これなんでこういうことが起きるかっていうと、その人にコンタクトを処理できる数っていうのが決まってて、人がたくさんいてるとさ、その人のコンタクトのエリアにもこう入っちゃって、処
処理能力オーバーしちゃって、コンタクトオーバーしちゃうのよ。それで、こう SPS1 がね、うまく発動してくれないっていうのかな、吸い付いてくれないっていうことが起きるんだけども、この SPS2 は、コンタクトが不要ってなってるのよ。だから、たくさん人がいてても、関係なく SPS2 は発動しますよってなってて、で、書かれてるの。そんなわけないでしょ、と。ね。いや、そんなの森に持っちゃダメだよと私は思ったんで、実際、SPS2 を入れてきて、その界隈の人たち、周り10人ぐらいにちょっとみんな集まってって言って来てもらって、まず SPS1 を出したの、みんなの前でね。で、当然コンタクトオーバーで一切この何も吸い付かないみたいなね。アイスキャンディーがアナウンサーに全然吸い付かなかったの。ね、コンタクトオーバーしてるねって言って。で、その状態で SPS2 のアイスキャンディーとアナウンサーを出したのよ。そしたら、もう当たり前のようにちゃんと吸い付いて、みんな吸い付いてるように見えるの。だから、いやもうこれすごくないこれ。もう、なんだよね。周りにいくら人がいてても発動するっていうことはだよ。これ一番最初のほら、競合しない、ソケットとプラグを無制限に設置可能っていうのと繋がってくるんだけども、いっぱいオンにして、こっちの人とかこっちの人とかもう一人とか来てても全部ちゃんと処理ができるっていうのかな。ちゃんとみんな動いてるように見えるし、自分でもちゃんと処理できてるように見える。ただしだよ。これは SPS2 同士だとちゃんとできるよ。相手の人が SPS1 を使ってたりしてたら、やっぱ相変わらずその人はコンタクトオーバーするからちょっと挙動が不安定なことになるんだけども、ちゃんと SPS2 同士、ね、みんな SPS2 を使ってたら、たくさんいててもコンタクトオーバーせずに、複数稼働させることもできるし、で、もうマジ神。もうこれだけでね、もう本当私神だと思った。ただし、まだ2回ぐらいしかちょっとテストできてないんだ。人を揃えてね。なので、たまたまうまいこと言っただけの可能性もゼロではないんだけども、まあ実際に SPS1 が発動しない状況で SPS2 はちゃんと発動してるっていうのが、ね、その場で2回ほどできたんで、まあ結構信頼できるんじゃないかなと思います。はい、次。完全なタグ、チャンネルシステム。ソケットってアナウンサーの方だ。アナウンサーは最大2つのタグを設定できて、さらにデフォルトタグに参加するかどうかも選べます。プラグ、アイスキャンディーの方ね。アイスキャンディーは対象にするタグを最大2つ、除外するタグを最大2つ指定することができます。さらにデフォルトタグに参加するかどうかも選べますってなってるね。これは何かっていうと、アナウンサーは最大2つのタグを設定できる。だから例えばね、口っていうタグを入れておくとするじゃん。別に最大だから1つでもいいんだよ。口ってしておく。で、アイスキャンディーの方にも、アイスキャンディーの方に手ってしておくじゃん、タグ。ね。だからアナウンサーは口、アイスキャンディーは手ってなってるから、お互いタグが違うから吸い込まないのよ。で、これ当然口と口とかタグがあってたらちゃんと吸い込みますっていう風にできるってなってる。要は、どういう時に使うかっていうと、こうアナウンサーさんが例えばいっぱいいた時に、君だけアイスキャンディーを食べさせたいとか、君だけにはアイスキャンディーを食べさせたくないとか、そういう設定ができるようになるって書かれてるね。これを設定できますよってなってて、で、デフォルト何かっていうと、要はもう全部、今までのやつ、ね、もう全部 OK っていうのと全部 OK っていうやつ、なんでもこい状態のやつがデフォルトになってるのかな。そうやって、こう、選べるようにより細かくで指定できるようになるのがこちらのタグ、チャンネルシステムになってます。はい、次。リンクされたソケット経路指定。ソケットはアナウンサーね。アナウンサーを通過した後、キャンディーに最大3つのチェックポイントを通
指定された経路をたどらせることができますね、これちょっと面白くない？要は、めちゃくちゃ長い、ね、アイスキャンディーを、こう、入れたときに、ね、普通だと、後ろに、まあ行かないんだけども、後ろには行かないんだけども、まあその直線上になるじゃん。それを、こう、なんていうのかな、ここで一回曲がって、みたいな、食堂で一回曲がって、胃に落ち込んで、みたいな、ちょっと半透明にしてさ、それを見せることができるようになる。いわゆる、なんだっけ、X3 だっけ、なんかね、ちょっとごめん、あんまり詳しくないんだけども、そういうのをよりね、こう、お腹の中を、まあ3箇所だけどね、3回こう、要は、こことこことここを曲がるみたいな感じで、それができるようになるっていうことを書かれていると思う。だからこれ、ね、クリエイターさん、絶対出てくると思う。こう、ね、中に入って、ぐりぐり。そう、スキャンできるからさ、そういうね、よりこう、ちょっとこう、もうやめとこうか。はい、次。半径オルセット付きソケット。この新しいオプションを設定すると、プラグ、だからアイスキャンディーね、アイスキャンディーの半径に応じて、アイスキャンディーが、ソケットだからアナウンサーね、アナウンサーの表面にめり込まないように自動的に外側へオフセットされます。ね、もうなんのこっちゃ。翻訳しただけじゃ意味わからんと思うんだけども、これわかりやすく言うと、今までのアイスキャンディー、まあ例えばアイスキャンディー出すね。ちょっと待ってね、これね、グリーンバックだから、ひょっとしたらこのアイスキャンディー見えてなかったらどうしよう。ねまあ、なんとかなんのかな、わかんない。このアイスキャンディーを右手でね、まあ4-5-4-5します。となった時に、まあ今はいいじゃん。そんなに変じゃないでしょ？そこまでね、アイスキャンディーを握ってる感じにちゃんとなってるんだけども、仮にだよ、このアイスキャンディーじゃなくって、めっちゃこう、極太のアイスキャンディー自分持ってるんですって言ってきたらね、ちょっと自分のアイスキャンディーも握ってくださいって、極太アイスキャンディー握ってくださいって言われた時にさ、今ちょうどいいのにさ、めっちゃ太かったらさ、明らかにこの手がアイスキャンディーの中に入り込むじゃん。もう極太だったらね。それを、この、アイスキャンディーの半径に応じて、めり込まないように、外側に、ちょっといいようにこう、外側に行ってくれるっていうのかな。だから極太を握っても、普通のサイズを握っても、ちゃんと一番外側を握ってるようになる。中に、アイスキャンディーの中に手が入らなくなるっていう、そういうことを書いてる。これ、すごい助かるよね。今までだとさ、ね、ちっちゃい人用に合わせてる人とかだと特に、大きい人が来た時に、手が入っちゃうなとかいろいろあったと思うんだけども、それを防げる設定があらかじめ、この SPS2 には入ってますってなってる。次、レガシーサポートって、もうそもそもレガシーサポートって何やって要はその互換性みたいなね、今までの過去にあったやつとどういう風になるのっていうのが書かれてるのがここになります。 SPS2 のアイスキャンディーは SPS の1または DPS、DPS はちょっと今回は忘れていいと思う。で、そういったアナウンサーを引き続き対象にできます。だから互換性はちゃんとあるよっていうね、過去のやつとこう吸い付いたり吸い付かれたりちゃんとできますよって書かれてる。で、将来的にはライトをさっきライトなくすってなったらね、ライト節約のために SPS1 など旧アナウンサーとの後方互換性を削除するオプションも追加予定です。要はね、ライトを消すことによってこの昔のやつとはもう互換性なくなるよっていうオプションをつけますよっていう、上の最初の方で言ったやつを書かれてるね。で、次、ね、ここもね、翻訳だけじゃ意味わからん分出てくるからね。OGB ハプティクスのレシーバーは OGB が動作している場合のみ有効になります。これによりコンタクトの競合をさらに開きますね。OGB って何かっていうと、リアルのブルルンマシーンと連動させることが SPS ってできるのよ。要は、ね、
おーみたいなね。もうちょっとうまく説明できるから、やっぱリアルのマシンがブルルンするようにできる。ね、こう触ると、みたいなね。V 感をより現実的にした感じのやつね。それをで使うレシーバーが OGB ハプティクスレシーバーになるんだけども、これリアルのマシン使ってない人は全く関係ないじゃん。ね、リアルマシン別に使ってないんだけどなって、そういう人でも今までの SPS1 はそれでもこのレシーバーは有効になってたの。使ってなくても。ね。でも今回からこの SPS2 になってからは使ってないそういうリアルのマシンとの連動用のレシーバーをオフにすることができます。もうすごくいいこと。単純にいいことだよね。使ってないんだから。必要ないんだから、オフにしてもらった方が圧倒的にいい。で、使ってる人はね、当然普通に使うこともできるっていう、そういう設定にあらかじめなってます。で、プラグ、だからアイスキャンディーはスキンメッシュレンダラーではないメッシュでも動作するようになりましたっていうことで、いやーでもね、正直ね、私のアイスキャンディー、あれ、スキンメッシュレンダラーじゃないんだよね。これただのメッシュレンダラーなんだよね。これでも普通に動いてるんだけども、まあ、より動きやすくなったってことかな。ね、動かないやつもあるのかもしれない。ほら、なんか、吸い寄せたんだけども、みよーっと伸びるだけみたいなね。そういう、ね、メッシュレンダラーのやつとかもあったけども、そういうのもちゃんと対応するようになりましたっていうことだと思います。ここはね。で、プラグのメッシュがアバター全体のバウンディングボックスを大きくすることはなくなりましたって。多分ね、これバウンスのことを言ってるんだと思う。バウンスって何かっていうと、その人を収めたとき、この視界に入れたときに、その人を表示するかどうかの、このアバターだけじゃなくてね、ちょっと大きめにこう作られてる、なんかこう骨組みの白いやつあるじゃん。あれのことね。あれのことを言ってるんだと思う。で、あれが今までだと、例えば超ロングなアイスキャンディーを持ってる人だと、その巨大ロングの一番先っちょから自分のアバターまでのあれを計算してバウンスがドカーンとでかくなってたような不具合みたいなやつがね、あったけども、今回の SPS2 にはそういった不具合は起きませんよっていう、要はバウンスが巨大になりすぎないようにちゃんと設定されてますよっていうことが書かれてます。はい、次。欠点、ユニティのリアルタイムライトによる影は、プラグだからアイスキャンディーでは機能しなくなります。とはいえ、そもそもリアルタイムライトを使っているワールドはほとんどありませんし、このトレードオフを受け入れてもらえたら嬉しいです。ライトブルームなどの他のライティングシステムは引き続き正常に動作します。各ソケットと各プラグは追加でマテリアルソフトと消費しますってなってるんで、これもね、ちょっとわけわからんと思うんだけども、要は、ワールドのライトによって影って落ちるワールドあるよね。ライトを受けて地面に映るとか、自分に映る影とかね。そういった影が、アイスキャンディーにはちょっとあまり綺麗に映らないというか、うまく映らない可能性があるよっていうことが書かれてる。ただし、そんなワールド重くなるから最近ないよねっていうことが書かれてるんだけども、影の映り込むギミックもひょっとしたらね、リアル影なんとかとかね、ああいうのがどうなるかちょっと私はわかんないんだけども、とりあえずそれ自体の影とか、そのアイスキャンディーの影ねとか、アイスキャンディーに映す影とかがちょっと怪しい挙動になる映らないかもしれないよっていうことが書かれてるんだけども、ライトボリュームなどの明るさとかあるじゃん。自分の暗い部屋に行って肌が暗くなるとか、ちゃんと対応してるけども、その直接的に影を落とす何かみたいな、そっち系は残念だけども、ちょっとあんまり機能しなくなっちゃったねっていうのが書かれてる。で、追加でもう一つ、マテリアルスロットを2つ、
消費しますよっていうことが書かれてるね。まあ仕方ないかなとは思う。その分、レシーバーね、消してくれたりとか、ライト使わなくなってくれたりとか、そっちの方が嬉しい人が多いんで、ここはね、もう喜んで受け入れましょう。それじゃあ最後になります。アップグレード方法。ね、もうここ一番重要だからね。もう今までの全てをひっくり返すぐらい一番重要なことだから、ちゃんと聞いてね。こちらはね、ベータ版になってるのよ。今、SPS2 っていうのはベータ版です。このベータ版は、壊れるからね。もうね、すごいこと書いてあるよ。で、ベータ版でアップロードしたものは、正式版では、動かない可能性がありますと。要は、よっぽど自信がある人以外は、まだ触らない方がいい。もうよっぽど詳しい人、それ以外は、まだ触らない方がいいです。ただし、必ずもうこれ SPS2 来ると思うんで、来たらね、正式版が来たら、その時に、こう、移行していって、入れ替えていくといいと思います。まあ、要は、フューリーをアップロード、最新版にアップロードして、でやっていくと、問題なく多分なるはずなんだけども、また来た時にね、解説動画出すよ。もし難しいようだったらね、誰でもできるんだったら別にやらないけども、難しいようだったらまた出すんで、私の動画チェックしておいてください。この動画が7月の頭の動画になってるよね。で、6月の頭から6月の末まででスーパーチャットがあったので、やった!読み上げさせていただきます。海外の方なんだけども、ちょっとね、読み方ね、読み方がこれ、ね、なんて言うんだろうね。アリア・ラビンデ合ってるかなアリア・ラビンデさんに、スーパーチャットしていただきました。ありがとうございます。こちらの方ね、ドイツの方だったと思う。で、海外の人にはね、珍しく、大変結構すごいされておられる方で、私のジャストリンクあったじゃん。あれを使って、こう、ボタンに入っている赤ちゃんの体験ができるっていう、そういうギミックを作られておられます。ボタンの中の赤ちゃんができる。もうね、VR ならではだよね。通常では絶対できないことを、こう、ね、作っておられて、すごいな、アイデアすごいなって思いました。ありがとうねそれでは、メンバーシップとかも私やってますんで、よかったらメンバーシップの方もよろしくお願いします。VKETメンバーシップ限定で行ったりもするんで、近々行くんでね。もし、今入ったら、そういうのも参加できるんで、ぜひ、よかったら入ってみてください。